こんにちは。今回はダンジョン飯第19話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。あの本さえあれば物理。やはり最後に頼れるのは物理か。学者といえば本で攻撃。 FF3 でみんな知ってるね。 FF5 世代だからそれ以上古いのはちょっと。よかった一周で戻った。ハマグリじゃねえか。マジで食べれるのか。どういう解釈なの？ナイトメアというよりハマグリじゃねえか。ハマグリが蜃気楼を見せるのりか。枕の中にこんなもん入ってたら気づくだろう。虫師のこういうムマの話がすごい印象的だったな。ライオス察しがいいな。ライオスいつも冷静だよね。マルシルのコンプレックスが深すぎる。エルフの創世ってどんなもんなんだ。パパがエルフとは一言も言ってないんよな。父親はソウルマン。ハーフエルフで父は人間か。ナイトメアって馬じゃないの？なんでナイトメア？ハマグリ。東洋では貝は夢を見せると言いますからね。ラリシルカはライオスイヌか現象。犬に見えてたのか。白黒の演出すげえいい。ラリシルかわいい。モノクロ演出天才かよ。アニメならではの見せ方で最高すぎ。ライオスと同じツッコミをしてしまったわ。夢の中で犬を抱きしめるロリマルシルちゃん可愛かった。セリフカット多いけど沼回が丁寧で感動した。ハマグリが竜の仲間のとこも。マルシルが欲しがってた本を持ってたのがファリンではなくシルエットがダークエルフだったな。猫忍者界かと思ったらロリマルシル界だった。井包のペチャペチャをとさせる食べ方好きや。食べ方猫っぽいよね。現実でおっちゃんがくちゃくちゃしてたらくっそイライラするけどな。育ちが悪いとああなるのは納得。やっぱり PV の方がこっちだったか。本で殴るのかよ。マーカドが当たると痛いよな。こんだけ色ついてる。何か忍者猫娘ちゃんの声に聞き覚えがあるなと思ったけど、アキビちゃんのヘリモリさんの中の人だったのか。ライオスの変人っぷりヤバすぎて笑った。なるほど、夢の世界だから実在しない魔物が出てきてもおかしくはないのね。汚れのマルシルが可愛くて満足だった。モノクロ演出よかったな。沼食べてるマルシル見てからドキドキが止まらねえよ。魔物の調理で盛り上がってるパーティーを横目に隙を見て逃げるかとドン引きする。井包のセリフ、思考は入れてくれよ。隙を見て逃げるかくらいは入れられたと思うんだがな。いらんでしょ。顔見りゃわかるしな。引き算引き算。シントはすごいところからネタを持ってきたな。東洋の魔物のはずだが、なぜこんなところにいるのかは多分考えたりしないだろうが。語ることの多い話だったが、まずは猫娘とロリマルシル可愛かった。ナイトメア、ハマグリ。だから竜の仲間ということか。鍋にすると作った夢を吐き出すのは面白いな。マルシル、こんなに可愛いのに薄い本の数はたくさん作られてるんだろうな。そうだよな。君が今から描きまくるんだ。可愛いのに薄い本では生えないようまく作られてる。逆に人気なのはライオスファリンの近親。色がつくとロリマルシルかわいい。マルシルが可愛いだけの回、最高か。今後の展開的に重要な回だな。話的には暗いんだけどね。マルシルの中の人のスキルを鑑賞できたし、悪い回ではなかったけどな。マルシルのこの寿命の悩みはこっから大事なやつ。しかし枕なんて持ち歩いていたんだな。今までも出てきたかもしれんが気づかんかった。猫にハマグリ食わせていいんだろうか。リカ、タコがダメなんだからやめた方が良さそうだけど。今季一番エロいキメラファリンを生み出したダンジョン飯は侮れない。夢の中で引っ張り出した本がなんか重要アイテムになるっておかしくね。あれはマルシルの迷宮の主の力が欲しいって欲望の具現化だから。だから物理的な使い方したのか。経験が夢に反映されるなんてありがちな展開だろ。エウレカセブンのエクスペリエンスみたいな回だった。やっぱ作った料理を粗末にされると戦士はガチギレするよな。でもあくまで諭すようにしてたのはやっぱ聖人だわ。
レッドドラゴン以降なんか重い雰囲気続いてるな。展開的に仕方ないけどさ。マルシルはハーフエルフで子供を作れない種族らしい。でも見た目も思考も女そのもの。何なんだろうな。井包って舞鶴に呪いかけられてたのか、逃げないように首郎一族とは違ったのか。協力的な性格じゃないし、好き嫌いは分かれそう。白黒演出面白かった。井包は少女として見るか猫として見るかで印象が変わるな。真のハマグリって日本の伝承が元ネタ。中国起源。さらっと言ってたが、ハリーはやっぱり助からないんだな。で、黒が猫を威嚇してたのは呪いまみれだったから。猫の魔物が混ざってるからだろ。キメラ化なんて普通に死亡してる状態より悪いからな。死んでもダンジョン内なら蘇生できるけど、キメラ化したら蘇生もできないし、魔物として人殺し続けるか、討伐隊に惨殺される未来しかない。無駄に戦士のパンチラサービス。マジでなんなんこの作者天才かよ。難しいセリフが多いが、声優全員うまいな。マルシルを人質に取り自身の解除を要求する焦りこと井包。そんな状況でも若者に食べさせたい戦士だが、食事マナーと好き嫌いには厳しい。ライオスは無魔に疲れたマルシルの夢の中へ。彼女の抱える長命種ゆえの恐怖、本で殴る古の FF 方式。無魔はハマグリ、蜃気楼の蜃なのね。ナイトメアの正体がシン。竜の仲間で蜃気楼を見せるって、まさかここで東洋の竜の伝承をぶっ込んでくるとは思わないじゃん。いや、もう天才すぎません。しかもそれを酒蒸しにするという発想が異次元すぎる。戦士パパと恋包の関係性好き。原作だと井包のくちゃらあん巻きにしてなかったけど音つくとだいぶ。戦士パパ早めにマナーを教えてあげてな。ムマがドラゴンの一種なのは未だにわからない。じっくり観察してもわからない。マルシルの夢の中でキメラ化したファリンのイメージがあんな小さくて素朴で可愛らしいお人形さんなの。マルシルなりの守ってあげたい意識の表れなのかな。もしそうなら切ないな、いじらしいな、しんみり。原作でチルチャックが伏せてるとき、なぜか肘ついてるとは思ってたけど、アニメで動きと音がついたことでやっとわかった。耳が良いから井包の咀嚼音が不愉快だったのね。悪夢はモノクロにして不安感を煽るのすごく感心した。人工的に作られた獣人の肉体を一つの卵に例える話、何気にきつかった。そりゃもう魂が完全に混じり合っちゃってるんだもんな。殻割ったら形状を保てないよ。基本コメディ寄りだけど、時折挟まれる手の打ちようのない話が、むちゃくちゃしんどいのも、このアニメの魅力の一つ。2クール目になってから死に対する考えや描写が増えてきて、食と生きることのつながりを深く感じる。マルシルの可愛さは安定として、井包もめちゃくちゃ可愛い。猫ちゃんだ。今回のシーン、ハマグリの回で、ようやくオープニングがライオスの見る夢だと言及できるようになった。オープニングのラストシーンのライオスの枕の中にも多分ごっそりいるぞ。ライオスが狂乱の魔術師に対してどう思っているかもわかるかもしれない。物語後半戦の伏線がいっぱい張られたお話だった。戦士が食器の使い方を井包に教える様子からは、食器を正しく使うことも食事や料理において大切なのだと伝わる。ライオスは親やその周りとの関係がうまくいってないみたいだった。ライオスのおかげでマルシルは良い夢を見れたのと同時に、心の悩みを少しは解消できたと思う。井包を見てファリンに希望を持つライオス。もともとライオスは人間よりも魔物に傾倒している節があるから、ファリンの意識さえ取り戻せば姿は問わない。むしろ、キメラファリンの姿の方を選ぶかも。ファリンもそれで良いと買い出すかも。そんな兄弟な気がする。シンが気を吐くと楼閣を映し出すのが蜃気楼の原因であるという伝承がある。ハマグリの生死が気を吐いているように見えることから、シンは二枚貝として描写されることが多く、千葉戦士書にも同様の記述が見られる。これをムマとくっつけるの、何度見ても天才なんだよな。新たに仲間に加わった井包の猫っぽい仕草が可愛かったけど、今回は何と言っても後半のムマが見せるマルシルの夢が秀逸でした。
長命なエルフならではのは彼に対する恐れをモノクロの画面で表して、ライオスの励ましで前へ進んだ瞬間に鮮やかに色づく演出が素晴らしかった。長寿命であることを走れる距離ではなく速さが違うと表現したのは、大人になるほど時間が早く過ぎ去ってしまうあの感覚を伝えようとしてたからだと思う。数字という客観的な事実よりも体感を重視してくれたであろう母の愛が、親身に寄り添うものであったと確信できる秀逸な表現。いずつみちゃんお披露目本当に最高でした。ずっと待ってた。本当に可愛い。声も動きも全部可愛くて、これからもたくさん見れると思うと、アニメ化ありがとうの気持ちが止まらない。ありがとうダンジョン飯。ダンジョン飯。特に沼界の演出良かったな。白黒にすることで、もともと漫画は白黒だけど、悪夢感が際立ってたし、背景に情報量が増えてて、より一層最後までアニメ化してほしくなったわ。てかこの伏線の張り方、絶対最後までやるよね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。